はい、今日は椿を強めに描くということでやっていきます。強度を持たせるっていうことです。何度も椿描いてきましたので、今日は強度の高い絵、強めに描くということでやってみます。これ斑入りの椿なかなか咲かないんで、切ってね部屋に入れて温めたら咲き始めました。これはねちょっとポトッと落ちちゃったんですけど、花びらがたくさんついていて斑が入っています。霜で枯れたり鳥につつかれて枯れたりしますので、ちょっと傷んではいますが、描く時のね参考にしたいと思います。今日の紙はホワイトワトソンを 3P サイズですね。 F サイズよりちょっと細長い感じに切っています。絵の具はホルベインです。クリムソンレーキ、オペラ、ピロールレッド、レモンイエロー、ガンボージーノーバ、サップグリーン、セルリアンブルー、ウルトラマリンディープ、バンタンバ、9色で描いてみたいと思います。ちょっと色見本を作ってみますね。メインになる椿の色っていうのは、白に近いピンク色っていう感じですので、オペラですね。オペラを薄く溶いて、これがメインのカラーになるかなと思いますね。暗いところはこれにクリムソンを少し入れて、こんな感じにね冷たい赤色にします。それから斑入りですね。赤い斑が入ってるんですけど、これはねちょっとピロールレッドを入れて強めにしますね。こんな感じでいこうかなと思います。そしてこれに、ガンボージュを入れて、さらに橙色っぽくしますね。そうすると真ん中のおしべめしべの塊のあたりの色っていうことになるかなと思います。周辺部にね少しレモンイエローをね先持って垂らし込んでおこうと思います。これで少しね明るい感じになるかなと思いますね。それと葉っぱの色なんですが、あまり緑を強くしたくないので、セルリアンブルーとバンタンバー、灰色っぽい緑色って言いますかね、こんな感じの色ですね。でさらに暗いところはウルトラマリンディープを加えて、ちょっと青っぽい感じにしようと思います。でここでバンタンバーを増やしますと、一番暗い部分の色っていうことで設定できるかなと思いますね。でサップグリーンももちろん使うんですが、あまりサップグリーンに頼らないようにっていうことですね。じゃあこんな感じの色味で描いていこうと思います。下絵を描きます。今日の光は左上からにしておきますね。そうすると右下から軸、茎ですよね。こういうふうに伸び上がって、ここら辺で分かれさせますかね。絵の中心この辺りですので、この辺りに主役の花を1個、光の方を向けて描きます。脇役としてちょっと下向きですね。この辺りに少しかぶる感じで、こちら向きの花を一輪、そしてこういうところにつぼみを一輪っていうことで設定しようかなと思います。で葉っぱは花からは出ませんので、全ては茎から出ていくっていうことで設定していかないといけないかなと思います。はい、ちょっといらない線はねちょっと消しますね。はい、そして、椿の構造ですね。こんな風にね鱗片状の萼が何枚も重なり合っています。この椿に関して言えば花びらは基本の5枚よりかなり多いっていうことになります。茎についている部分もかなり複雑に鱗片状に重なり合いながらついていますので、こういうところをしっかり描くことによって強めの感じがするっていうことになると思います。中心の花の出どころとしては、ここから出てきた軸のこの辺りから出ていますよ
っていうことでしべの塊がこのように設定されました。すべての花びらはここから出るわけなので見えない部分は描きませんが、このようにちょっと翻ったりしながらここへ戻ってきますっていうことになりますね。でこちらの花びら描きますよ。ここから出て見えないところがあって、このようにここへまた戻ります。でこちらもこっちから出て、ここでちょっとね翻ってみましたっていうことで、ここへまた戻ってくるっていうことになります。このようなことを繰り返しながら花びらを重ねていくわけですが、この翻りですね、これをつけることによってかなり印象的な絵になることができます。ここを白く残すわけですね。ここに光が当たって白く輝いて見えましたよっていうことで、ちょっとね強めのハイライトができるっていうことになります。ここへこう一輪ありました。で今度はこちらですね、ちょっとこう下横向きの花をここへ設定しますね。ここの高さによって正面向きから横向きまでここの長さが変わってくるっていうことになります。例えばここから出てここへ戻ってくる、ここから出てここへ、ここはちょっと翻らせましょうか。ここへ戻ってくるっていうことになります。例えばねここの間にこういうふうにはめ込むんですが、あまり規則的にやってしまうとちょっとつまらないので、いろんなパターンを変えながら描いていただくと変化のある花が生まれるかなと思います。でつぼみです。つぼみは、こういうふうにねこっから出てこういうふうに枝分かれして、この先っちょにしっかり鱗片状の分かれがあって鱗片がつきます。そして花びらになるっていう感じです。でこの横に茎なり葉っぱになるべきちっちゃな芽がこうついているわけですね。その横に葉っぱがこういうふうに展開しています。これが一つのセットのような感じになっています。じゃあねちょっと描いてみますね。はい、下絵完成しました。かなりね丹念に描きました。はい、それではね下塗りの前に翻った部分ですよね、マスキング液を塗っておきます。塗ってみますね。はい、翻った部分とおしべの飛び出した部分につけました。からこの細いペンタイプのねマスキング液でところどころね葉脈をねカバーしておきますね。これももうちょっとやってからそして乾かします。はい、マスキング液ね乾きました。下塗りに入っていこうと思います。まずオペラですね。オペラを薄く溶いて、中心部ですよね、この辺りに置きます。少しねはみ出すぐらいの感じでつけた方がいいかなと思いますね。はい、さらにクリムソンを入れて暗くしますね。で、なるべく下の方ですね、右下の方に入れていきます。水筆でぼかします。
ティッシュで押さえておきます。レモンイエローですね。レモンイエローをこの辺りにねちょっと差し込んでおきますね。おしべめしべのあたりにも差し込んでおきます。そしてセルリアン、バントアンバー、少しだけサップグリーンね入れます。灰色っぽい緑ですね。さらにウルトラマリンディープを入れます。はい、しっかりぼかします。ほとんどね取っちゃうぐらいの感じで取っていきます。はい、これで下塗り完成ですね。じゃあこれで一回乾かします。はい、下塗りが乾きました。細かい作業に入っていきたいと思います。まずこの花の中の色味をもうちょっと強くしますね。まず花のおしべめしべのあたりに願望字をたっぷりつけますね。ちょっと広めにつけてください。でこれが乾かないうちに周りに、オペラピロールレッドを合わせた色ですね。続きに置きますね。わざとこうにじませるっていう感じです。で小さい水筆で周辺部をぼかします。であまりこの願望字の中へ赤が入っていないようであればちょっとこういうふうにね足していただくといいかなと思いますね。はい、ある程度吸い取っておきます。ここの花びらの翻りの下ですね。ここにも同じようにこの色を入れておきます。要するに影の色として入れているわけですね。はい、これも水筆でぼかしておいて、取りますね。だいぶ取ってしまうっていう感じですね。少し、残る程度でいいかなと思います。はい、続いてつぼみの右側ですね。それから花びらでも右側の花びらですよね。これに色をつけます。今さっき作ったオペラピロールレッドの残りがあればそれにクリムソンを足します。少し冷たいね赤になります。これを一番外の花びらの付け根に置きます。これも水筆でぼかします。で取ります。これで段階を追った明暗の差ができてくるっていうことになるわけですね。ここまでで花は一応終わりますね。今度は葉っぱの方に行きます。かなり青みを帯びた色になっています。今度はバンタンバーをちょっと効かせますね。バンタンバーとウルトラマリンディープ、それに少しサップグリーンを入れて、ちょっとグリーンがかった色にしてみますね。葉っぱと花びらの境目ですよね。
右側あるいは真ん中の花の下側です。花の影が投影しているだろうなと思われるところに置いてぼかします。これはね、葉っぱの中の色にしてください。あまり外へはみ出さないっていうことですね。で、今度はこの色にセルリアンを加えます。少しね、明るい感じになります。ちょっとサップグリーンも入れます。左側の葉っぱの付け根、あるいは重なりの下側っていうことでつけていきます。はい、これもぼかします。同じ葉っぱなんですけど、細かく色を変えていくっていうことで変化を作ることになるかなと思いますね。はい、じゃあこれでちょっと乾かします。はい、じゃあだいたい乾きましたので染料をしていきますね。まず花びらの染料をします。少しクリムソンレーキを多めにしますね。あまり丁寧にやらないっていうことですね。こんな感じで、ちょっとねこうけじめをつけるっていうぐらいのつもりでいいんじゃないかなと思います。はい、から今度葉っぱいきますよ。葉っぱも、ちょっとこういう暗めのね色で細くしますのでね、あんまり明るい色だと見分けがつかないっていうことになりますのでね、暗くします。こういうひっくり返りのところをちょっとこう白く開けときたいので、ここの空間との境目ですよね。こういうところがあんまりはっきり認識できないわけで、そういうところへちょっとお助けに入れるっていう感じです。はい、だいたい輪郭がそれぞれね、これで分かってきたかなと思います。そして斑を入れていきます。たくさん斑が複雑に入っているわけですけど、限定的に入れていきますね。で、斑の色なんですが、ピロールレッドとオペラの斑とクリムソンとオペラの斑と、どちらが多いかっていうことでね、微妙に色を変えていきます。模様ですのでね、フリルのようにしてしまうとちょっとまずいわけですが、模様といえども花びらの凹凸に沿うっていうことはあるわけです。直線的に描かないっていうことですね。じゃあちょっとね斑を入れてみますね。はい、大体の輪郭線と斑が入りました。で、そろそろねマスキング液を外したいと思うんですが、ここの部分をちょっと暗くしておきますね。真ん中です。で、願望字をねまず真ん中にちょっとこう多めに垂らし込んでおきますね。そこへ持ってきてクリムソンレーキをちょっと垂らし込みます。で、下の、光からちょっと遠い方にはバーンタンバーをこのようにね垂らし込んでっていうことで、じゃあこれで乾いたらマスキング液を外します。はい、マスキング液ね全部きれいに取りました。じゃあここから葉脈を描いていきます。ウルトラマリンディープとバンタンバーとサップグリーン、かなり暗めにして細くしますね。マスキングを抜いた後も同じようにねこう入れていきますね。
場所によってね少し色を変えていかれたらいいとは思いますね。マスキングで抜いたからといって丸々残してはちょっとやっぱりおかしいわけで、線描を重ねて消していくっていうことになると思います。鉛筆で描いているだけの葉脈も入れていってみます。はい、葉脈入りました。それから一応ね茎ですね、こういうところに少しずつ線描で茎をはっきりさせました。はい、それじゃあここからもう一段暗くしていきますね。ここの部分ね、ここが一番暗くないといけないわけです。少しねバンタンバーを多めにしますね。ウルトラマリンディープを加えます。こうですね。それからここです。ここですね。ここもちょっとね入れておきます。で水筆でグラデーションさしておきます。ここも忘れてましたね。ここもやっておきます。乾かしますよ。はい、そしてねパンタアンバーを多めに溶いて、少しだけウルトラマリンディープも入れますね。茎を塗ります。光と反対の方に主に色を入れていきます。上下で言えば下ですよね。右左で言えば右に入れるっていうことになります。からここの額辺のこのくぼみも同じようにねちょっとやっておかれたらいいんじゃないかなと思いますね。では今度はここのおしべめしべの中に入っていきます。で今ね黄色の中にマスキング液を抜いた白色があるんですけど、目立たないわけですね。細い線でそれをたどりますね。願望地にパンタンバーを入れて、茶色っぽい黄色といいますか黄色っぽい茶色といいますかね、細い線でこの抜いた部分の一部に線を入れていきます。おしべの先の薬花粉の袋ですね、これの一部を囲みますね。全部囲みません。でこの時にねバンタンバで暗くしたんですけど、クリムソンレーキを入れて、赤くしても構いません。こちらもねこんな感じで一部塗ります。はい、これで、ほとんどできたんですが、花びらの重なりに細かい上下関係って言いますかね、上下が分かるように色を入れていきます。クリムソンとピロールレッドぐらいでいってみますよ今度はね。例えばここですね、この花びらとこの花びらで言えばこちらが下側、この花びらとこの花びらで言えばこちらが下側、そしてこの花びらとこの花びらで言えばこちらが下側っていうことになります。で、細かくグラデーションをつけていきますね。下になったところに色を置いて明るい方へ伸ばすっていう作業になります。これは単なる影ですのでね、だからあまり広く伸ばしてしまうと花びら1枚が全部潰れてしまうといけませんのでね、さっさと終わりにしてしまうということが大切かなと思いますね。広がりすぎたら吸い取っておいてください。それからつぼみの花びらですね、影になった部分に色を入れて伸ばしておかれるといいかなと思います。この花びらがちょっと弱いですよね。ここをちょっとねしっかり暗くしておいて、ここもちょっと弱いですよね。
度ね色をつけるかっていうことはねご自分で判断するしかないわけですけど、あまりやりすぎて白地を潰してしまわないっていうことですよね。はい、まあこのくらいでやめておいてもいいかな。後でねまた足らずは日にちが経ってから加筆すればね間違いがないかなと思います。いきなりいっぺんにね仕上げてしまうと、やりすぎっていうことがありますので、ちょっと用心深くねこの辺でやめておこうと思います。じゃあここにサインを入れておきますね。はい、完成です。